ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。突然ですが、鉄道を利用する上で最も大切なものは何なのか、皆様はご存知でしょうか？人によって様々な意見があると思いますが、最も大切な事柄は安全であること。鉄道は事故なく安全に走るのが当たり前だと思われる一方で、それを実現するのは簡単ではありません。大量輸送機関ということもあり、一度でも事故を起してしまうと、その犠牲者数も大量に出てしまうことになりかねず、安全であることは一番最重要である事柄となります。そしてニュースになるような大きな事故はなくても、残念ながら小さなトラブルが日常的に発生してしまう、そんな鉄道会社ももちろんあります。ちりつもという言葉があるように、小さなトラブルから大惨事につながることも多々あります。その反面、ほとんど事故もトラブルもなく安心して乗れるという鉄道会社もあるでしょう。そこで当チャンネルでは、皆様が考える安心して利用できる鉄道会社について事前にアンケートを取り意見をお聞きしました。この動画ではアンケートでいただいた意見をもとに、安心して利用ができる鉄道会社を10社ランキング順に取り上げて、それについて簡単に説明をしたいと思います。それでは本編へどうぞ。ヤママン。安心できる鉄道会社の一つ目として紹介する第10位に選ばれた鉄道会社はヤママンです。ヤママンという会社は不動産業を営むデベロッパーである傍ら、ユーカリが丘線という路線を運営している鉄道会社でもあります。ヤママンユーカリが丘線とは、千葉県佐倉市にあるユーカリが丘ニュータウンにおいて、ニュータウンの開発会社であるヤママン株式会社が運営する AGT 路線です。同市にある京成線と接続するユーカリが丘駅を起点に、6つの駅をラケット型に周回して14分で1周します。各駅はタウン内のすべての住居から徒歩10分以内でアクセスできるように配置されており、路線としてコアラ号の愛称で親しまれています。そんなヤママンが安心と思われる理由としては、開業以来人身事故が全くないだけでなく、そもそも一度も事故が発生していないことが大きいでしょう。アンケートでもそのような意見が目立ちました。1982年に開通したヤママンユーカリが丘線は、独自の新交通システムで戦後初の鉄道事業許可を受けました。民間としては日本で初めて実用化した新交通システムとは、小型の軽量車両が専用軌道の上をゴムタイヤを使って走行し、案内機上に従って自動運転する方式の路線です。またヤママンユーカリが丘線で事故が起きにくい背景として、システムが単純であるだけでなく、運営が地元ディベロッパーなので JR などの他の鉄道会社より責任感、使命感が強いという意見も上がりました。安全性が高い上に、ユーザーからの信頼も高い鉄道会社だと言えそうです。阪急電鉄。安心できる鉄道会社の2つ目として紹介する第9位に選ばれた鉄道会社は阪急電鉄です。大阪の梅田と神戸、宝塚、京都の3方向に鉄道を伸ばしており、一般的には阪急や阪急電車として知られるほか、宝塚歌劇団など他に全国的に有名な存在をいくつも抱えています。また阪神タイガースを傘下に抱える阪神電車や、映画や演劇の制作、配給を行う東宝と合わせて、阪急阪神東宝グループという巨大な企業グループを形成しています。そんな阪急電車の特徴といえば、阪急マルフンと呼ばれる独特の車体カラー、それにアンゴラヤギの毛が使われたシートなど、電車の車内外から高級感の漂う阪急電車ですが、実は顧客満足度調査でも毎年上位にランクインしています。なんと近郊鉄道の部門では2023年まで15年連続で首位に輝きました。そんな阪急電車が高評価となっている理由の一つには、整備が丁寧にしっかりと行われていることが挙げられるでしょう。阪急電車はいつもきれいに手入れされており、50年以上前の電車でさえ光沢を帯びているほどです。また大阪梅田駅をはじめホームが光っている光景も目にすることができ、ホームへのワックス掛けも徹底されていることがわかります。
同様に車両の整備も丁寧に行われていると考えられることが安心感につながっているのではないでしょうか。一方で近年、労働環境についてやや疑問が残ります。2023年に発覚した宝塚歌劇団の劇団員に関するパワハラ問題ですが、その宝塚歌劇団の運営元は阪急電鉄本体であり、阪急電鉄のそういう事業本部歌劇事業部が運営しています。それに関連して鉄軌道事業を運営する運輸部などについても宝塚歌劇団と同じくパワハラ問題があるらしいなど、労働環境があまりよろしくないという噂があるのです。別部門とはいえ同じ会社である以上、全く関係ないとは言い切れないのではないでしょうか。西日本旅客鉄道。安心できる鉄道会社の3つ目として紹介する第8位に選ばれた鉄道会社は西日本旅客鉄道です。西日本旅客鉄道株式会社、通称 JR 西日本の安全性が高いと評価する意見には、新車両の導入が積極的で近年国鉄型を置き換えていること、オフセット衝突対策など安全面で気を使っていることなどがありました。一方で、古い車両にガムテープで応急処置しているなどちょっと不安になるような意見もありました。これはかつて国鉄広島こと広島支社管内でよく見られた対応で、最近は広島にも新車が進むなどでさすがに少なくなっていますが、特に初めて見た方は不安になるでしょう。そんな JR 西日本が第8位にランクインしたのは、新車両の導入が積極的で近年国鉄型を置き換えていること以外にも、先頭車間転落防止ホロをいち早くかつ早急に採用している点が評価されたためです。転落防止ホロとは車両間に取り付けてある仕切りみたいなもので、文字通り乗客が線路に転落するのを防止するための部品です。しかし風圧の影響を受けることや運転士の視界を妨げるといった理由から、連結時に中間に入る場合でも先頭車には取り付けられてきませんでした。JR 西日本では舞子駅での転落死亡事故を受けて、独自に開発した転落防止ホロの導入をいち早く達成しました。現在では中間に入る機会のある先頭車のうち、221系以降の一般電車の多くに取り付けられています。しかしこのような評価がある一方で、依然として安全面に不安があるのも事実です。そもそも2005年に JR 宝塚線の塚口尼崎間にて人為的原因による大規模な脱線事故を起こしています。それ以降は安全対策がしっかりされていると思いきや、2017年にのぞみ34号で運用中の N700 系京5編成の台車に亀裂が入る事件を起こしていたりします。この件は博多発東京行きの車両において JR 西日本の車掌やホス担当の係員が用途や異臭を確認していながらも指令が異常なしと判断して運転を継続したというものです。この車両は新大阪駅で JR 東海の乗務員に交代した後、異臭を確認した車掌が危険だと判断し、名古屋駅で床下の車両点検が行われました。その結果一部の台車に油漏れや枠組み部分の亀裂が発見されたのです。この列車は運転打ち切りとなり、全ての乗客は後続列車に振り替えられました。結果的に大きな被害は出ませんでしたが、この件は新幹線鉄道として史上初めての重大インシデントとして国土交通省運輸安全委員会に認定されています。本来は JR 西日本も危険性に気づいていたなら運行をやめるべきだったと言えるものであり、また車両自体も JR 西日本保有であることも引っかかる点です。さらに2023年1月の豪雪時に車両が立ち往生し、乗客が車内に閉じ込められる事件もあったほか、2023年末には2人の運転士が緊急時に列車を停止させるための EB 停止装置に細工し、正常に動作しない状態で列車を運行させていたことも判明。 JR 宝塚線での脱線事故発生以降、JR 西日本も安全対策には一層注意を払っているはずですが、本当にそうなのか疑いを持ってしまっても仕方ないと言えるのが現実です。首都圏新都市鉄道。安心できる鉄道会社の4つ目として紹介する
第7位に選ばれた鉄道会社は首都圏新都市鉄道です。首都圏新都市鉄道はつくばエクスプレスを運営する会社で、沿線の自治体などが出資して設立された第三セクターです。つくばエクスプレスが安心と思われている理由としては、踏切がないことや開業時よりホームドアを完備していることなどが挙げられています。2005年に開業したつくばエクスプレスは全線が立体交差で踏切がなく、また新技術をふんだんに取り入れて建設されたことが特徴です。またどの路線とも直通運転をしていないので、ダイヤが乱れる心配が少ないことも安心できる要素でしょう。さらに東京の秋葉原と茨城県のつくばの間を結んでおり、需要が多い首都圏の路線なので廃止の不安がないという意見もアンケートにありました。しかしこのつくばエクスプレスですが、実は事故がなくてもトラブルは多いというちょっと怪しい側面があります。例えば2015年から2017年にかけては3度のオーバーランに加え、ドアに荷物を挟んだまま発車などのトラブルが頻発。大事故に至った事例こそないながらも、年度によっては20回を超える回数のトラブルが発生したこともあり、車庫内で脱線事故を起こし廃車を発生させたこともありました。さらに導入されるなりドア故障、非常ブレーキ誤作動とトラブルが頻発した上に、試運転中に漏電を起こして立ち往生になった3000系という新型車両の例もあります。つくばエクスプレスの乗客数は2005年の開業から10年で2倍以上に急拡大しました。その一方で、車内体制の整備が追いついていないと言われています。本線上で列車の衝突や脱線といった国土交通省に報告する義務のある事故はないものの、報告義務のない無数のトラブルや社員の不祥事も含めて、今後はより一層安全対策が求められると言えるでしょう。東日本旅客鉄道。安心できる鉄道会社の5つ目として紹介する第6位に選ばれた鉄道会社は東日本旅客鉄道です。山手線を中心とする首都圏の輸送を支える東日本旅客鉄道、通称 JR 東日本は、山手線をはじめとする高頻度、高密度な路線を毎日大きなトラブルもなく運行し続けており、そこから安心できる会社である意見には納得できるかもしれません。またアンケートには首都圏以外の在来線の安全性について高く評価する意見もありました。 JR 東日本は関東地方以外にも東北地方、甲信越地方を中心とした地域に鉄道路線を保有しており、旧国鉄の在来線並びに東北、上越、北陸と3つの新幹線および山形、秋田の新幹線直行特急を運営して東日本各地の長距離輸送を担っています。 JR 東日本では在来線についても事故防止のためのホームドアの設置を進めている点は評価できますが、近年は安全性についてちょっと怪しい面があります。というのもここ最近、大惨事一歩手前に至る重大なトラブルが立て続けに起きているためです。システムトラブルでデッドロックが発生し、単線区間で2本の列車が衝突寸前に至った川越線の事例や、東海道線大船駅手前で発生した旅客列車の貨物線へのご進入、そして大船駅構内の手前で列車が架線中に衝突した事件、横須賀線東京トンネルで壁面が崩壊した事件、東北新幹線大宮駅付近での架線切断、作業員関連の事件、また翼121号が郡山駅でオーバーラン、さらに直接 JR 東日本が関連した事故ではないものの、東北新幹線で保守用車の初期不良でオイル漏れが起こったなど、最近の JR 東日本ではトラブルが多発しており、大事故に至っていないものの不安要素がたくさんあります。さらに2024年4月1日に社長が交代となったのですが、新社長が副社長時代の2022年にアルハラを起こしております。酒に酔った状態での業務は車の飲酒運転と同様、非常に危険な行為に値すると考えることができ、国鉄時代にはそれが原因で脱線事故も起こしています。それに関連して社長が交代した4月1日から数日間においては、JR 東日本の株価が下がった事例もあることから、今後の先行きは不安と言えるかもしれないです。京
浜急行電鉄。安心できる鉄道会社の6つ目として紹介する第5位に選ばれた鉄道会社は京浜急行電鉄です。京急の場合は他の結果とはちょっと特殊といえ、人身事故等が発生しても乗客第一で速やかに復旧する点が安心できると言われる鉄道会社としてランクインしました。アンケート結果を見ると一時ダイヤに触れている方が多いのが印象的でした。ところでこの一時ダイヤとは何なのでしょうか。一時ダイヤは触車事故などでダイヤが乱れた際に鉄道会社がとにかく列車を走らせて乗客を運ぶという対処法です。この言葉は京急が発祥とされており、派生系としては名鉄の行けばわかるさダイヤなどがあります。突発的な運用変更には入出庫や乗務員のやりくりなど高度な運行スケジュールの調整が求められます。その他ダイヤ復元に時間がかかることもあり、結果的に列車の運行を長時間にわたって見合わせる事態になる、そんな鉄道会社も少なくありません。しかし京急では日頃から信号やポイントなどあらゆる動作が手動で司られています。この職人技とでも言うべき人の目による運行管理により、万が一のトラブルの時にも臨機応変に対応することができるのです。また先頭車にモーター付きの電動車を採用し、脱線転覆被害防止と軌道回路の正確さを図っていることなど、独自の技術基準も一時ダイヤを支えています。ところがこの一時ダイヤ自体については安全性そのものを示すものではないことに注意が必要です。そもそもダイヤ乱れが起こってしまう点は問題ですし、突発的な運用変更によるさまざまなリスクも見過ごせません。また職人技と呼ばれるように人に頼る部分の多い京急ですが、近年は労働環境に不満を持った従業員の流出が続き、人員不足の状況にあると言われています。特に京急のような人が操作する部分の大きい鉄道会社では、労働環境の問題は安全面における大きなリスクと言えるでしょう。実際同業他社へ流出するケースが後を絶たないそうです。東京地下鉄。安心できる鉄道会社の7つ目として紹介する第4位に選ばれた鉄道会社は東京地下鉄です。東京メトロの愛称で知られる東京地下鉄は、東京で9路線の地下鉄を運営している鉄道事業者です。長らく財務大臣と東京都のみが株式を保有していましたが、このうちの半分程度が2024年度内に一般株式市場に放出され、上場予定として注目 IPO 案件にもなっています。そんな東京メトロが選ばれた理由について、アンケート結果の回答から見ていきましょう。ホームドアの設置やバリアフリー化が進んでいるという目に見える対策はもちろんのこと、風や雨に対する対策が強いと自然災害への対策が徹底されていることを挙げる意見が多く見られました。東京メトロでは現在9つある路線のうち、東西線の11駅と半蔵門線の3駅を除いては、全ての駅においてホームドアの整備が完了しています。また東京メトロは古くから安全対策に力を入れており、その一例として1927年に現在の銀座線が開業した際、日本で初めて保安装置を導入した歴史があります。近年でも新技術導入には積極的な姿勢を見せており、安全面を含めて新技術の導入に積極的な会社と言えるでしょう。新幹線以外の日本の普通鉄道で初めてホームドアを導入した路線も、営団地下鉄時代に建設された東京メトロ南北線です。また地下鉄ゆえのリスクとして浸水対策は徹底しています。台風や大雨に備えて浸水の恐れのある駅では、出入り口を歩道より高い位置にしたりしているほか、防水扉や止水板を設置したりされています。さらに路上にある換気口には浸水防止器も整備されています。トンネル内には防水ゲートがあり、万が一の場合はポンプでトンネル外への排水も可能です。なお東京メトロは以前から防犯対策にも熱心です。2023年10月より新たに導入される新幹線電車や、利用者数が一定の基準を上回る在来線車両に対して車内防犯カメラの設置が義務付けられました。しかし
東京メトロでは国土交通省の決定に先立ち、2017年より全車両への防犯カメラ設置を推進しています。災害対策や防犯対策など地道な企業努力こそ、東京メトロへの安心感を生んでいると言えるでしょう。小田急電鉄。安心できる鉄道会社の8つ目として紹介する第3位に選ばれた鉄道会社は小田急電鉄です。小田急では発車前の安全確認が徹底しており、それで安心という乗客目線の意見がとにかく多かったのが印象的でした。どれだけ混雑していても、点字ブロックの外側に人がいないかや、ドアに荷物挟まりがないかなどをしっかりと確認していること、また駅構内の放送でも頻繁に啓発していることなどについて高く評価する声が多く上がりました。多くの鉄道会社ではドアが完全に閉まってから車両側面の車側灯と呼ばれる赤ランプが消灯したことを確認した後、5秒以内には電車が動き出すケースが多いです。ところが小田急の場合は車両のドアを閉めた後、車掌が10秒から20秒ほどかけてホーム監視用の ITV モニターや目視などにてじっくりと安全を確認します。そこで一人でも黄色い点字ブロックより外側に旅客を確認すると、その旅客が外側から出てくれない限り発車しないのです。実はかつての小田急他の鉄道会社と同様にドアが閉まると直ちに発車していました。しかし2007年に東海大学前駅にて飛ばさみによる触車事故が起きてしまったことを教訓に、現在のような時間をかけた安全確認をするようになったのです。一方で安全確認に時間をかけることにより、特に大きな駅ではタイムラグが発生してしまい、時刻表通りの運行が難しくなったことも事実です。しかし一度でも事故が起きれば電車の遅延や運休が必要になり、ダイヤが乱れるのは間違いないでしょう。デメリットももちろんあるとはいえ、小田急の安全第一の姿勢には好感が持てると言えるのではないでしょうか。小田急においてこのルールがあることを再認識し、今一度利用者側も事故を起こさないように安全に注意して公共交通機関を利用することを心がけたいものです。東急電鉄。安心できる鉄道会社の9つ目として紹介する第2位に選ばれた鉄道会社は東急電鉄です。東急の場合は設備の安全性が高いとの評価が多く、それがここまでの順位に押し上げました。アンケートには世田谷線を除いた全路線でホームドア、センサー付きホーム柵が設置されていることを評価する意見がありました。そうです。東急は2020年3月に全駅へのホームドア、またはセンサー付き固定式ホーム柵の設置を完了しました。これは大手私鉄で初めてのことで、2023年3月に開業した東急新横浜線の各駅ももちろん設置済みです。実は設置の過程においては田園都市線において4ドア車と6ドア車でドア位置が異なるという課題がありました。そこで東急は2013年度から2014年度にかけて月見の駅で昇降ロープ式のホーム柵を試験設置しましたが、これは結局本格採用に至りませんでした。それでもホームドアの設置を急ぐために2016年1月から2017年5月にかけて田園都市線の6ドア車45両を新しく作った4ドア車へと差し替えておりました。また田園都市線では早期設置に向けての試行錯誤も繰り返しており、6扉車が混在する2015年1月に宮前平駅においては車両とホームの間を広げてホームドアを設置し、ホームドアと車両の間に通行できるスペースを確保して、6扉車が来ても乗降が可能な動線の確保をしています。その他車両改修を必要としない新たなホームドア開閉システムを新規に開発するなどといった様々な工夫を重ねて早期の全駅設置にこぎつけました。その結果、全駅へのホームドア及びホーム柵の設置を早期に完了することができたのです。東急ではホームドアの設置が完了したことによって線路への転落件数が2014年度から2019年度の5年間で10分の1以下へと大幅に減少しました。なおこどもの国線と路面電車規格の世田谷線にはホームドアなどを設置する予定はありません。
世田谷線は路面電車であり低速で走行するため、費用対効果に乏しいからだと考えられます。またこどもの国線については横浜高速鉄道が駅設備を保有しており、東急の方針とはあまり関係のないことと、そこまで利用者が多くないことが考えられます。東海旅客鉄道。最後に安心できる鉄道会社として紹介する第1位に選ばれた鉄道会社は東海旅客鉄道です。 JR 東海と普段呼ばれている東海旅客鉄道ですが、今回のアンケートでは圧倒的な得票数で1位となりました。その理由にはまず東海道新幹線死亡事故0件という揺るぎないデータがあります。のぞみ34号の台車異常に気づいて列車を止めるという決断ができたことも、安全対策を大切にする姿勢を物語っています。また JR 東海といえば新幹線のイメージですが、その安全姿勢は在来線でも徹底されています。全区間赤字とされている在来線でさえ、保守が行き届いてるのか電車の乗り心地が素晴らしい。在来線車掌のドアホーム往来や新幹線駅員の安全確認など、乗務員駅員ともに丁寧に安全確認を行っている印象といった乗客ならではの意見も多数ありました。圧倒的な票数とこういった安全確認の姿勢およびそれを裏付ける企業姿勢こそが JR 東海が圧倒的に安全だと言える鉄道事業者と言える証拠です。 JR 東海の安全確認の方法としては指差し喚鼓が徹底されています。実は指差し喚鼓をどのように行うかは鉄道会社によって異なります。 JR 各社で比較しても目視のみ声出し確認までは行わない会社もあるのです。一方 JR 東海では運転士車掌はもちろんのこと、ホーム上の駅員も指差し喚鼓を徹底的に実施しています。東京メトロや小田急といった私鉄と比較しても JR 東海の安全確認が最も徹底しているという意見もあるほどです。それほど JR 東海は安全にこだわっているのであり、だからこそ東海道新幹線は常に安心正確であり、そして早く移動できる乗り物として君臨しているのです。もちろんどの高速鉄道もそれぞれ良い点はありますが、新幹線が世界一の高速鉄道だと日本人として胸張って言えるのも JR 東海のおかげと言えるのではないでしょうか。こうしてみると安心できるとして名前が挙がった鉄道会社の多くは声出しまで行う指差し喚鼓を実施しています。技術が進歩しても結局最後は人による安全確認が大切だということを JR 東海などが示しているのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は皆様が思う安心できる鉄道会社についてアンケート結果をまとめた動画となります。取り上げた鉄道会社はこれから述べる10社であり、ヤママン、阪急電鉄、西日本旅客鉄道、首都圏新都市鉄道、東日本旅客鉄道、京浜急行電鉄、東京地下鉄、小田急電鉄、東急電鉄、東海旅客鉄道となりました。今回取り上げた以外にも多くの意見が上がり、個人的にも共感できる意見が多くありました。アンケートに回答いただいてくださった皆様ありがとうございました。いただいた回答につきましては別途資料として概要欄に URL を掲載いたします。今後もこのような動画の企画を行いたいと考えており、その際は YouTube のコミュニティ欄でアンケートを実施する予定です。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧でき、アンケートについてもより参加しやすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。またこの動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントもお願いします。それではご視聴ありがとうございました。